はい、今回はですね、以前ご紹介しているんですが、ZP-1007、1009と、同じシリーズですね、ZP の、1005になります。でちょっと今回箱出しになるんですけども、とりあえず送られてきた段階の状態ですね。アリエクで買ってますんで、よくあるんですけど、もうこんな状態で来ますね。結構箱はベコベコで、ちょっと中どうなってるかまだ見てないんで気になるんですけども、ちょっと開けていきたいと思います。箱自体は、大体普通のことを書いている感じですね。スケールと、こちら10分の1ととは2.4ギガの、受信機、送信機、4WD、RTR。この辺はボールベアリングっていうのはおそらく駆動系だと思いますね。で、一応こちらがスプラッシュプルーフってことで、防滴って感じですね。防水というよりは。で、これはショック付きですよというところですが、標準のはちょっと硬いです。で、タイヤオーバーサイズドってありますけど、95ミリのやつが標準で付いているというところになりますね。はい、ちょっと早速開けたいと思います。まず、プロ4ですね。他のシリーズと一緒なんで、特に特別な感じはないですね。よいしょ。では次に本体ですね。はい。結構へこんだ部分がおっしゃってますけど。本体に関しては、ZP-1007 の時みたいにネジが外れてるとかも一応ないですね。ただこれバッテリー止めてたやつですね。この、インシュロックっていうんですかね。これはもう不要なので、切っていただいていいかと思います。ちょっと発泡スチロールのカスが中で割れちゃった分ついちゃってますけども、一応一通り見ていきたいなと、思います。ちょっと画角変えます。まず、外観なんですけども、見ても分かるように、ディフェンダーの110、5枚ドアのやつっていうことになりますね。で、基本的にTRX4 のクローンって言われている形になるので、ちょっとでも似てますよね、いろんなところが。これ反対側になります。このモデルに関して言うとですね、これ、ボディ自体がプラスチックというか、こういう、1枚のやつで塗ってる状態なので、窓とかもですね、黒く塗りつぶされてますんで、透明なやつじゃないですね。で、この辺も全部黒で塗りつぶした状態というのが、この辺のモデルの特徴ですが、あと後ろとかは、一応この辺に関してはちゃんと光るようになってますね。で、前に関しても、これ、組み込みの LED のパーツ、あとウインカーだとかっていうのがついてます。この辺も光るのかなっていう感じはします。あと飾りの
ウインチみたいなのもついてますけど、この辺は特に実際動かないんでっていうところになりますね。で、サスペンションに関してはですね、他の動画でも紹介してますけど、標準のは結構硬いですね。もう、こんな感じです。バツンと戻るんで、結構ポンポン跳ねるという表現になると思うんですけども、実際走ってもそんな感じになるかなと思いますね。で後ろをちょっと見ていきますと、ディフェンダーのやつだけ、このなんかジャッキだったりとか、こういうタンクっていうちょっと飾りがね、後ろについているのが、ZP1001 の頃からの特徴の一つになってますね。で、このモデルで言うと、両方ともグレーと。ZP の1001とか確か赤いやつだったような気がしますね。で、あとこの辺の、ルーフキャリアとこのロールケージっていうんですかね。この周りを囲ってるケージみたいのも標準でついているということで、ちょっと1007とかと比べても、なかなかやっぱりいい感じの完成度かなっていう気はしますね。はい。で、ちょっと中じゃあ開けていきたいと思いますね。ピン外します。ボンネット2本と、あと上に2本ありますので、外してください。そうすると、開きますんで。こんな感じですかね。で、ちょっとライトの、逆でした。ライトの配線がありますんで、外すときはちょっと注意してくださいね。これもう外れちゃってますね、これ。よいしょ。ひどい。これ、もともとはこっち側についてるやつなんですけど、受信機兼 ESC がもう外れて、吹っ飛んじゃってますね。これ、あと付け替えるんでいいんですけど、これ自体は、本来は、ちょっと待ってくださいね。ちょっとライトの配線外します。本来はここに一応なんか両面テープで付けられてるんですけど、綺麗に外れてましたね。で、ボディはちょっと一旦置いといて、これがシャーシになりますね。全く1007とかとやっぱ一緒なので、別に変わり映えするもんではないです。で、バンパーに関しては各モデルで固有のデザインになってますね。これは、なんかこの辺もフックの引っ掛けとかありますけど、動かなかったりとかしますが、こんなもんかなと思います。で、ここバッテリーの入れるところですね。で、ここにモーターが入ってまして、ここがギアボックス。で、これが受信機兼 ESC、兼LED の制御というか、点と消灯も行っているっていうのがここになりますね。で、このモデル自体は、しかもこれ、あれですね。さっき吹っ飛んでたせいで、もうこの電源スイッチとの配線ももう切れちゃってますね。なんで、このもう電気系というか、受信機に関しては早々にもうこれ外しちゃおうと思います。で、ホビーウィングかなんかのやつで一回置き換えてしまおうかなってところですね。もう壊れちゃって。これはちょっとどうしようもないですね。直すのもめんどくさいんで、もういいかなって感じです。よくあることなんで、ちょっとこれ気にしてるともう拉致が開かないですね。で、あとは、前に、このステアリング用のサーボというものが、ここですね、入っています。で、これが、こちらの配線になるんですけども、線が5本入っているのが見えるかと思いますが、
ちょっとこれがですね、一般的なやつじゃないというと変ですけども、ちょっと市販の安いやつ、よくあるサーパスホビーとか、JX とかっていうところのメーカーのサーボは3本で、受信機の方も、基本サーボって3本の線っていうのがまあ結構メインなので、これ自体は、まあ、この受信機を変えちゃう時点で、ちょっと使い回しできないと思っていただいた方がいいかなと思います。あくまで純正の仕様だという感じですね。で、モーターに関しては、この普通のギボシ端子っていうんですかね。ギボシ端子になってますんで、もう外してもらえれば、他の ESC でも共通で多分使えると思います。少なくともホビーウィングに関しては、1060っていうやつに関しては、このギボシ端子で受けられますんで、ここの加工はいらないかなと思います。ただこっちの T プラグですね。これに関しては、Amazon とかで売ってるホビーウィングだと、これがですね、確か、タミヤプラグっていう白い、ちょっと大きめなプラグになってますんで、その辺でちょっと変換プラグとかにするか、どちらかの、線を切ってですね、端子を合わせるかっていう加工が必要になるかと思いますので、ちょっとご注意いただければと思います。で、サスペンションですね、これ、例の硬いやつ。で、まあよく他の方の動画とかで、まあ、このスプリングを、まあ、3周分、1、2、3周分ぐらい切ると、まあ、多少改善するというような、動画も上がってますが、ちょっと僕は試したことないので、基本的にもこれは、別のサードパーティー製のやつに載せ替えてしまおうかなという、感じですね。で、もう一回下行きますと、まあ、基本的な作りとしましては、これドライブシャフトですね。さっきのギアボックスから動力をここに伝えて、まあ、このアクセルの中で、軸に、それを伝えてタイヤが回るというのが前後についてますね。で、ここがリンクロットというもので、アッパーとこの上のやつと下のやつってことで、2つずつで、前4本、後ろ4本って感じで、要はこのボディシャーシですね。シャーシとこのアクスルをつないでるというところのパーツになりますね。で、この、リンクロットに関しても、サードパーティーっていうのかな、アップグレードパーツが売ってます。で、それはまだメタル製になって、この標準のデザインを踏襲したもののメタル製のやつと、あとは、よくある棒っていうか本当に丸い棒状の、タイプっていうのが2つ今のところはアリエクの方ではよく見るものなので、その辺もまあ気になる方は交換なさってもいいかなと思いますが、ちょっと僕は買っているんですけど、このプラスチックのやつはもうちょっとボロボロになってきたら変えようかなぐらいの気持ちでいるので、初めから変えてはないですね。途中で買っといて、どっかで気が向いたら変えようかなみたいな感じですね。でサスペンションに関しては割と硬いんで、すぐ変えちゃおうかなと思っています。あと交換可能な部品としては、モーターも実は交換可能です。で、これは540っていう、タイプの、サイズといいますか、型のタイプなので、540、モーターとかで探してもらえれば、結構 Amazon とかでも、出てますんで、簡単に入手できるかなと思います。で、ちなみにこの標準のやつがですね、9600rpm ってことなので、他の動画でもお話ししてたかと思うんですけど、モーターのターン数で言うと、45とか50ぐらいで、ターン数が高くなると遅くなるけどトルクが出ます。でターン数が低くなるとスピードが出るけどトルク細くなりますっていう傾向らしいので、もし
始めたばっかとか、お子さんがやるとかで、スピードがもうちょっと低い方がいいなっていう方は、70ターンとか80ターンってものもありますんで、そういうのに乗せ替えていただけると、ちょっとスピードは落ちますので、そういうのでもちょっとカスタム要素としては面白いかなと思います。一応そんなところで、ちょっと一回戻してLED とかの点灯を見ようと思ったんですけど、何分このスイッチがもう壊れちゃってるんで、ちょっと見れなさそうなんで、ちょっとまた改めて、その辺の修理ができたら、ちょっとお見せしようかなと思うんですけど、でも、ちょっと1007から外したやつとかがあるかもしれないので、ちょっとその辺を確認してから、点灯に関してはまたやりたいと思います。ちょっとひとまず、ちょっと LED の、点灯は、今はできないかなっていうところになりますね。と思ったんですけども、ですね、実はZP1007 か1009から下ろした、標準の受信機がちょっと転がってましたんで、ちょっと今、これと交換してみようと思います。もうスイッチもいらないんで、一回外しちゃいます。こんなスイッチですね。プッシュ式になってます。でこいつもいらないんで外します。で、この代わりのやつですね。ちょっと粘着がもう死んじゃってるんですけど。で、ちょっと仮止めしちゃいますね。ちょっとこれも若干不安はあります。しょうがないんで。で、各所ネジなんですけども、基本シャーシ全体的にプラスチックですんで、締めるときにですね、あんまり強く締めすぎちゃうとですね、ネジ山が舐めてしまって、もう使えなくなっちゃったりするんで、ちょっとそこそこの強さで締める。で、そこそこっていうのも変な話なんですけど、その辺だけは注意していただければなと思います。で、一応ちょっとモーターもつないでおきましょう。で、サーボですね。サーボは、一番この手前ですね。サーボです。あとはですね、先ほどの、このライトですね。2本下がってましたので、ちょっとこれ戻していきます。前が一番奥だったんで、よいしょ。ちょっとですね、そういうの取り回しが窮屈なんですけど、ひとまず、入れちゃいます。一応これで入りましたと。で、あとですね、よいしょ。あとはこの、ちょっと充電があるかどうかわからないですけど、多分ちょっと入ってると思うんで、バッテリーをこちらに入れますね。
ちょっとここ切り欠きがありますんで、そこに線が逃げるように一応なってるんで、ちょっとこれ膨らんでるのがわかんないけど、貼りづらいな。こんな風にはめていただいて、よいしょ。で、固定すると。これで、バッテリー入りました。で、バッテリーは、この T プラグでつなぐんですけど、ちょっとですね、まず、実験的に、おそらくプロポ共通だと思うんですけど、ちょっと試しでやってみましょうか。これ他のやつのプロポなんですけど、ちょっとこのボタンをポチッとしてみて、今一応、鉄管してますね。これで、できましたね、ペアリング。ちょっとじゃあ、これで、これかぶせますね。配線がちょっと厳しいな。だいぶギリギリですね。よいしょ。こんな感じで、ボディ戻して、ちょっとね、たまに配線が横に噛んだりしてる時も、あったりするんで、ちょっと注意してください。で、ピンを一応戻しときます。4本ですね。これ一応組み上がった状態になります。ライトは今点灯状態ですね。ちょっと切り替えてみましょうか。こちらの赤いボタンを押すとモード切り替わりますんで、ポチポチしてみたいと思います。これ点灯で、青いやつと、このメインのところは青いリングと白い LED っていう感じになってますね。これ消灯しました。これで、メインの白だけ点灯。で、リアはついてない。で、さらにもう一回押します。これで、青だけですね。車幅灯みたいな感じなんでしょうか。青だけ点灯。後ろは点灯。今してないですね。これもしかして壊れてるかもしれないですね。さらにもう一回押します。これで逆に前が消えて後ろだけ点灯って感じですけど、これ LED の中で多分外れてますね。変なこと。本当はここが光ります。本当はここ光りますね。で、おそらくこの上のやつがウインカーで、光んないか。ちょっとどっかやっぱ壊れてるのかもしれないですね。もう一回押します。これが、ちょっと、これが、このモードはあれですね、前が青と白の交互点灯。リアは全く点灯しないんで、どこか壊れてそうな感じします。もうこうします。これで、これフル点灯ですね。後ろも点、初めと同じかもしれないですね。これフル点灯になってます。で、これはね、ちょっともしかしたらこのモデル自体のあれかもしれないですけど、ウインカーがちょっと光んないんですね、こいつはね。今のところちょっと反応ないんで、ちょっとひょっとしたら受信機を乗せ替えた影響かもしれないんですけど、で、ショートですね。これで一応一周しました。LED はこんな感じですね。で、動きについては、そんなに今更ではあるんですけど、ざっと見ていきますと、ステアリング
これ全モデル共通なんですけど、切れ角がそんなに良くないんですね。っていうのは、ここにですね、プラスチックのパーツがあるんですけど、この内側のここのちょっと出っ張りがですね、このアクスルに実は干渉するんですね。なので、切っても、ここでぶつかっても、これじゃいかないっていうのが ZP シリーズの特徴っていうか弱点になっています。なんで、これ以上タイヤはいかないけど、サーボは行きたいっていう状態になりますね。なんで、ここの内側の羽みたいなやつを、ちょっとね、この分当たらないように削ってあげると、もうちょっと打角稼げる。もしくはメタルのパーツに変えると、ここがないので、打角稼げるというようなこともできますね。で、こいつはまあシングルスピードなんで、特にもう押したら押した分ですね。こんな感じでですね。他のシリーズもそうなんですけど、本家の TRX よりかは一回り小さいんですね、実は。で、このホイールベースも TRX4 とかは、313mm なんですけど、確かこいつらは260mm ぐらいなので、ちょっとね、5センチぐらい、ホイールベースでいうと小さいと。なんで、ボディもちょっと一回り小さい感じになるんですけど、その分ですね、非常に、収納スペースもちっちゃめで済んだりとかですね、ちょっと持ち歩きも結構楽なので、割とですね、エントリーモデルとしては優秀かなと思います。で、値段も、2万円切ってるぐらいなので、非常に、面白いやつかなと思ってます。で、それでいてですね、結構作り自体は割と本格的なので、もちろんホイールも変えられますし、この辺のですね、サスペンションも変えれる。で、この、下にあるリンクロッドも変えれるしってところで、結構いじりがいはあるのかなと思いますし、そこそこの色は出せるのかなっていうモデルですね。なので、ちょっと今、こちらの1005自体は Amazon で今売ってないので、技適もついてないので、アリエクでしか売ってないんですけど、これの、姉妹モデルっていうか、同じシリーズで ZP1007 って僕も別の動画で紹介してるんですけど、それに関しては技適付きで、Amazon の方でも入手できますので、ぜひ、ちょっとこれからちょっとラジコンというか、こういうオフロードのラジコンやってみたいなとかっていう方はですね、この ZP シリーズ、結構おすすめです。で、もうちょっとちっちゃいのがいいなって方は、WPL さんとか、MN とか、そういうモデルも Amazon に当然ありますので、12分の1だったり、16分の1だったりっていうスケールになってきますけど、その辺と比較して、やっていただけたらいいなと思います。ちょっとそれと比べると、やっぱ大きい分、ダイナミックな走りが楽しめたりとかするので、そういうところで、選んでいただければなというところでの、ZP1005 の、ご紹介でした。はい。ご視聴ありがとうございました。